はい、今回はですね、なんと最初にまず使うルアーを紹介したいんですけど、この2つ、今日のタックルボックスこれです。ゼッパー80とクミホンの 70S。今日のタックルボックスこの2つでいこうかなっていう、これをポケットにこうね入れて、まあラフな格好で、釣りしていこうかなと。で今回なんですけど、昨日ですね雨が降って、こう雨が降った後ならではの小場所とか、まあ、例えば水門、こうちっちゃい堰とか、あとは雨が降った後に魚が寄ってくるような場所を、この2つのルアー使って攻めていこうかなと。でまあなんでこの2つなのかっていうのなんですけど、まず小粒でシンキング、まあクミホンだとある程度細かいピッチでピリ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 でシンキングなんでレンジもこちらで操作できる。でジャーク系の小技もできる。でゼッパー、まあ、これも強波動ブリ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 強波動のシンキング、これも同じくジャークだったり、いろんな技ができるんですけど、まあ、このピッチが細かいのとゼッパーみたいにほんとブリ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 よく動く系を、まあ、しっかり場所に合わせて使い分けながら、今回は雨跡の、小場所打ち調光動画にしていこうかなと思います。まあ詳しい使い分けとかは、まあ、実調の中でやっていこうかなと思いますんで、是非ご覧ください。ファーストポイント、まあ、昨日雨降ったんですけど、まとまった雨が。で雨跡にだけできるような小場所、普段は流れ込んでなくて雨が降った後だけ流れ込む場所、それが大事で、普段からあの流れあっても、まあ、魚は確かによるんですけどそこまで特別感がないんですよ。ただ普段はあれ流れ込んでないと、そういうところを地元で調査しとくと安定した超過につながりやすい。であの流れにゼッパー入れていきましょうか。ゼッパー80、これを入れていこうかな。どこから入れようかな。まあ、多分ポイントとしては、まあ、もちろんあの流れ込みはそう、流れ込みの出たあのモアンの流れが当たってる背があるんですよ。その背、流れ込み背、あとこの壁際の3ポイントかなと思います。とりあえず入れていきます。外側から肩巻きもできるしジャークもできる。でなんでゼッパーの 80S かって話なんですけど、こんだけ流れとくと流れにルアーが負けちゃうことが多いんですよ。で姿勢崩しちゃったりとかが多いんですけど、ゼッパーシンキングなんでしっかりレンジも入れれて、なおかつこの流れにも負けない強波動で魚を誘ってくれる。プラス止めることもできるし、ちょんちょんジャークで目立たせることもできる。なかなかフローティングだとポイントすぐ外れちゃうんですよ。あの流れに負けてすぐいいポイント外れちゃうんで、食わないね。いないのかな。おっしゃ、ジャークよジャーク。すごいね、バス釣りみたいで楽しいでしょこれ。よっしゃ
ゼッパー80だからできたこと。ものすごいバイトでしたよ。ただ巻きで通して食わんくて、その後沈めてジャーク。見てこれ、ジャークの後丸飲みしてきた。はい、ほら黒くてかっこいい。こういう雨跡の小場所で、しっかりそこにあったちっちゃい棒を自分でしっかり操作して、釣れたじゃなくて釣った感がある楽しい釣り。大きいのをバコーンって狙うのもいいけど、こういうちょっとテクニカルな釣りもめちゃめちゃ楽しいんで、ぜひやってみてください。これから梅雨時期が来るんで、こういう小場所いっぱい出てくるんでね、楽しいですよ。じゃあね、バイバイ。よいしょ。最高。めっちゃ楽しい。ちゃんと自分で操作してこの釣る感じが楽しい。さあやろうかしら。組本でいこう。このタイトアクションの組本で壁際やっていこう。バス釣りみたいな、バス釣りのクランキングと一緒。バス釣りでクランクを巻くイメージ。ゴミひどいんでちょっと壁から離して打ちましょうかね。ゴミやばいな。ここ本ちゃんよ。もしかしたら釣れるかも。水門に組本。ここも水門流れがバーンって開いて出るんですけど、開いてる時は流れが強くて魚がつけないんですよ。だからこの流れたところが掘れて、そこに餌が集まってっていう感じの場所。ちょっとゴミがやばいな。ゴミ撤去しようかな。まず外側から行こうかな。ほら食ったよ。よし、いいサイズじゃん。がっぽりいってるね。ハモ出た。よし、腕、おい、はい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 。よっしゃー。ほら見てこの食べ方。いや最高。めちゃめちゃ楽しい小場所打ち。組本のこのタイトなプリ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 、ここがね、水が例えばバババーンって出てそこに入れ込んだりするなら多分ゼッパーなんですけど、出た後の餌が寄ってるのを釣るから、そんなに激しいアクションさせてもしょうがないんで、やっぱこういうシャットプラグ強いですよね。なんか俺っぽいけどね、あれボラかな。うわバレた。あんだけどうせ多分コースだろうな。ルアーをどこから持ってくるかっていうコースだろうな。マジ？俺もう食わんかと思っとった。マジで
ほら連発。これもまあまあいい魚じゃない。ほらデイゲームですよ、デイゲーム。いい魚。ただかかりどころがねちょっと怖いね。ちょっと怖いよ。めちゃめちゃ暴れるやん。硬いとこかかっちゃってるからね。もうちょっと落ち着いてもらおうかな。よっしゃー。見てこのゴンブと。うら。はい。組本 70S。 餌が集まるところでそんなにねブリブリ動かす必要もない場所なんで、組本で、何回も何回も通す作戦。どうしてもね絶版みたいな強波動で何回も通すと魚口使わないですけど、組本だったらそれができるのがこの組本の強み。すごい太鼓、ウエイト乗ってるいい魚。じゃあね、ありがとうねマジで。じゃあね。雨跡小場所攻略超楽しいでしょこれね。身軽な格好でこういう足場のいいところでテンポよくパン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 何箇所か回って、でもルアーもそんないっぱい持っていく必要ないんで、自分の好きなルアーを持って攻略していくと。その場所に合わせたアプローチと、ルアーの選択をしてテンポよく回っていく釣り。短時間でねこうやってパンパンパン釣れたりすることもあるんで、しっかり条件とルアーとアプローチがあってれば最高に楽しい。はい、ゼッパー組本使って今日は、ロケの合間だったんですけど、23箇所回って、その場所に合った、ルアーの使い分けっていうのをやりながら、実際魚が取れたんで良かったかなと思います。で2つの、使い分けなんですけど、ゼッパーと組本の、組本はドバーって、動画で見てもらったら分かるんですけど、ドバーって流れてるところとかじゃなくて、流れがそんなにきつくないところ、アピール力よりもこのピッチの速い動きで食わせ重視の方で、ゼッパーはブリン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 動くんで、ああいうのは濁りが強いとかめちゃくちゃ流れが強くて、その中でアピールさせたいとか、アピール重視で、その2つのシンキングの小粒のルアーを使って、実際今日はああやって雨跡の小場所っていうのを攻略してみました。今回の動画って、今後この梅雨時期とか入ったり、秋の雨が続く時期だったりとか、今後のシーズンですごいこう何かしら参考になる動画になったらなと思いますので、ぜひ皆さん参考にして、釣りを楽しまれてください。ゼッパーもねこうだいぶ塗装剥がれたやつ使ってたんですけど、そっちの方が味が出るというか愛着湧いてきたりとかあるんで、皆さんねこうルアーもボロボロになっても大事にねこう1個のルアーにしっかり思いを込めて使っていけば、そのルアーの良さも分かるし、このルアーってこういうところで強いもんなっていう理解度もどんどん深まって、より釣りがまた楽しくなるんじゃないかなと思いますんで、是非、今後のシーズンも皆さん楽しい釣りを。バイバーイ。